皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は外国人の方が日本で転職するサポートをしている会社に来ました。この会社は東京にあります。この前インスタのストーリーズで皆さんからいただいた転職に関する質問をこちらにいる鈴木さんにしたいと思います。鈴木さん、今日はよろしくお願いいたします。今日のテーマは転職についてです。転職の流れや面接の回数、鈴木さんの担当企業、転職で求められる日本語能力、転職のアドバイス、そして仕事の紹介もしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは一つ目の質問です。こちらの会社の簡単な紹介をお願いします。はい。改めて鈴木と申します。弊社 S3 株式会社と申しまして、40年前にイギリスで始まった会社になります。で、ロンドンの株式市場にも上場しているような会社で、STEM 領域という、いわゆる、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスというふうな領域の転職のご支援を行っております。ありがとうございます。それでは早速転職する時の流れを簡単に教えてください。はい。最初に求職者の方から私たちのエージェントに、そのキャリアについての相談をいただいて、それから応募して、書類選考をして、面接の回数がだいたい短くて1回、多くて3回ぐらいの会社が多いかなとは思います。ありがとうございます。じゃあ、だいたい1回から3回くらいの面接があると考えておけばいいですね。そうですね。ありがとうございます。はい、3つ目の質問です。仕事が決まるまでどのぐらいかかりますか？だいたい4週間から6週間ぐらい費やすところが多いかなと思います。書類選考を出して結果を待って、で通っていたら今度一次面接の調整をして、結構その面接が終わってからフィードバック来るまでも時間かかったりするので、早ければ1ヶ月以内、長ければ1.5 ヶ月、6週間ぐらいかかるイメージですね。わかりました。じゃあ2ヶ月くらい見ておけば、おそらく転職先が決まるというイメージ。順調に進めば、2ヶ月では決まるかなと思います。わかりました。ありがとうございます。では次です。鈴木さんが担当している会社はどのような会社ですか？はい。私の担当している、業界でいうコンサルティングファームであったり、あとシステムインテグレーターと呼ばれるような、IT の、デリバリーを行ったりだったり、あとはそのビジネスの経営のコンサルティングを行ったりであったり、そういった企業様の採用支援を行っております。わかりました。はい。ありがとうございます。ではですね、これが皆さんが一番気になっている質問だと思うのですが、鈴木さんが担当している会社で求められる日本語能力はどのくらいのレベルですか？はい。ですね、私の担当している会社ですと、結構高い日本語能力求められます。コンサルティングファームであったり、そのシステムインテグレーターってなると、お客様が日本人になるので、やっぱりその N1 以上の能力を求められることは多いかなとは思うんですけれども、エンジニアのポジションとかになっていくと、N2、N3 とかでもチャンスはあるかなとは思います。でもやっぱり N1 持ってた方が、チャンスが広がるということですね。ですよね。はい。私もそのように思います。やっぱり日本の会社で仕事をするのであれば、N1 以上の日本語が求められると思いますし、正直に言うと N1 あっても足りないと思うこともすごく多いですね。やっぱりビジネス日本語もたくさん使うので、日本で働きたい人は、それなりのレベルが求められるのかなと思います。ありがとうございます。では今日本語能力についての話だったんですが、もし日本語能力に自信がなくても応募できる仕事はありますか？あります。私が担当しているポジションだと、どうしてもそのお客様と相対するポジションになるので、高い日本語力が求められるんですけれども、例えばその会社の社内でのエンジニアのポジションであったり、
あまりその周りの人とコミュニケーションを取る機会が少ないポジションの場合は、そこまで高いビジネス日本語能力がなくてもチャレンジはできるポジションもいくつかあります。なるほど。でもその場合はおそらく英語が必要ということでしょうか？そうですね。そうですね。どちらかなと思います。なるほど。わかりました。ありがとうございます。それではですね、具体的に御社でどのような仕事を紹介しているか、もし紹介できるものがあれば教えていただけますか？はい。承知しました。そしたら一つご紹介をできればなと思うんですけれども、いわゆる IT のエンジニアのポジションになります。で、求められる日本語能力は、英語が話せれば正直日本語はあまり話せなくても問題がないようなポジションで、もちろん N1、N2、ある程度日本語が話せれば、それに越したことはないかなとは思うんですけれども、比較的日本語能力は求められないポジションです。で、アプリケーションエンジニアと呼ばれる職種なんですけれども、日系の大手の広告の会社で募集をしています。で、こちら正社員の募集もありますし、フリーランスとか業務委託でのポジションもあります。で、ここの大手の会社ですと、比較的プロジェクトのサイズも大きかったりして案件も多いので、アプリケーションエンジニアとして活躍をしてきた方であれば、いろんないい経験を積めるチャンスかなと思ってます。大体その5年以上をソフトウェアエンジニアとしてちゃんと手を動かしながら開発をしてきた経験があればチャンスが大きいかなというところと、一般的なその Java であったりSQL とかの経験値があればトライはできるかなと思います。なるほど。ありがとうございます。やっぱり転職なので経験があった方がいいということですよね。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、鈴木さん、いろいろと説明をしていただきありがとうございます。最後に転職を考えている人にアドバイスを簡単にお願いします。はい。国によって多分異なるところあるかなと思うんですけれども、日本ではあまり何度も転職を繰り返すのは良くないと言われています。で、具体的には、例えば1、2年で毎回転職をしているってなると、ジョブホッパーって表現があったりするんですけれども、なかなか社会からは信用されにくい。入社してもまたこの人1年で辞めちゃうんじゃないかな、2年で辞めちゃうんじゃないかなっていうふうに思われてしまうので、やっぱり一つの会社で長く働いていく経験を積んでいくっていうことがすごく大事になるかなとは思います。はい。で、あとは、転職活動自体はいろいろとやってみるのはいいかなとは思います。自分のマーケットバリューが今どれくらいなのかっていうのをチェックするために転職活動することはいいと思うんですけれども、さっきお伝えした通り、転職自体を何回もしてしまうと、この人大丈夫かなと思われやすいので、転職自体は慎重に決断するのをお勧めします。本当にそうですね。私の友人で何回か、もちろん理由があって転職をした人がいるんですけれども、必ず面接で、どうしてこんなに転職してるんですかと、ちょっとマイナスなイメージで見られてしまったということを聞いたことがあるので、ちょっとその点は気をつけてください。はい、鈴木さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。でですね、この動画を見ている皆さんの中で、もし日本で転職をしたいという人がいたら、この動画の概要欄に鈴木さんのメールアドレスを貼っておきます。転職したい人は、この動画の概要欄に書いてある質問事項をコピーして、それに対する答えをメールに書いて、鈴木さんにメールを送ってください。ただし、あなたの経歴と鈴木さんの会社でサポートをしている企業とマッチした場合のみメールをします。鈴木さんからメールが返ってきます。すべてのメールに鈴木さんが返信できるわけではないので、その点はご理解をお願いいたします。はい。ということで今日は転職についていろいろと聞いてみました。次回は面接についてもう少し詳しく動画で紹介したいと思いますので、
皆さんぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは鈴木さん、今日はありがとうございました。ありがとうございま今日はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。